ちは、富士スイミングクラブのエイサーです。今回の動画ではバタ足がどうやったら楽にできるのか話していきたいと思います。バタ足が上手い人、あまり上手くない人、何が違うのか。バタ足が上手な人を見るとあまり頑張ってなくて楽そうに見えてるのに体がしっかり浮いて進んでるなと思いませんか？私があまり上手にできない原因もいくつかあります。今回の動画ではバタ足を行う時の力の入れ方にピックアップして説明をしていきたいと思います。一つお知らせです。富士スイミングクラブではベトナムでたくさんの人に泳げるようになってもらいたい、水泳をもっと好きになってもらいたいという思いから日本式のスイミングレッスンを行っています。レッスンご希望の方はご連絡をお願いします。では動画の続きをどうぞ。バタ足を行う時に水を蹴るという意識が強すぎると必要以上に力が入りすぎてしまって膝が曲がりすぎる原因にもなりやすいです。上手にバタ足を行うためには必要最低限の力だけ入れた状態で足を上下に動かすようにしていきます。力をなるべく使わずにバタ足をするためのポイントは2つあります。1つ目は腰の動きです。進行方向から見たバタ足を行っている腰の動きは足の動きに合わせて少し回転するような動きがあります。こちらの足を下に下げてキックしているときは反対側の腰というのは上に上がってきます。逆にこちら側の足の位置を下げてキックをしているときは今度はこちら側の腰の位置が上に上がっていきます。この円を描くような腰の上下の動きを太もも、膝、すね、足先と伝えることによって必要最低限の力で足を動かすことができます。ただポイントとしては腰を動かしすぎないことです。体や頭が動くぐらい腰を動かしてしまうとうまく足が動きません。また頭や上半身が動いてしまうとその状態で手を回すと姿勢がキープできなかったり水がうまくかけなくなってしまうので、腰は動かしても上半身や頭が動かないということが一つポイントになります。力をあまり使わないバタ足を行うための2つ目のポイントは足の重さを使うことです。片方の足の重さは体重の何%ぐらいを占めているか分かりますか？だいたい
17から 18% ぐらいです。もし体重が 60kg の人であれば10から11kgぐらいになります。特に足というのは骨や筋肉が占める割合が多いので水に沈みやすいです。この10から 11kg ぐらい、17から 18% の重さを使って足を下に下げます。この重さを使って下げる力を使いながら水を蹴るようにしていきます。ただこれだと足が下がりっぱなしになってしまうので、お尻の力を使って足を上に持ち上げるようにしていきます。上手にできれば足で水を蹴るときに力を入れて蹴るというよりは少し持ち上げる方を意識してあげるだけで足が上に上がってくるので、あとは力を抜いて足の重さで足の位置を下げて水を蹴る。そしてまたお尻に力を入れて足をぐーっと持ち上げる。また力を抜いて足の重さで水を蹴るという繰り返しでバタ足ができるようになります。もちろんバタ足で早く進もうと思ったら蹴る方も上げる方も両方力が必要になります。ただ最初の泳ぎを上手に泳げるようになるために練習をしているうちはなるべく必要ない力は使いたくないので、この力の入れ方、体の動かし方を意識して練習をしてみてください。上手に力の入れ方や体の使い方ができるようになったら、バタ足で早く進みたいと言って力を使う時も上手に力を使っていいバタ足をできるようになるはずです。力任せのバタ足になってしまうと疲れる、進まない、体が沈む、泳ぎが崩れるなどデメリットがたくさんあります。今回話した腰の動きや力の入れ方というのをしっかり意識して練習をして泳ぎにつなげてみてください。今回の動画はこれで終わりになります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。